個人評価は C。5 に出場し、多選手のみを対象とし、手 S、A、B、C、D の5段階。評価。バスケ専門メディア各社のコメントを交えてお届けします。富樫勇樹2、ゲームの入りは悪くない印象だったが、チームのシュート確率が上がラズリズムがつかめなかった2球に放った 3P5 にディフェンスの足にので負傷退場。あと再びコトに立つことはなかったので C 評価。ひねった足の具合が次戦にどう影響するのか。2球の負傷によりわずか10分ので場にとどまる。 3P の着地で相手の足に乗ってしまったのは不運だったとしか言いようがない。途中でアクシデントがあり10分のみの出場となった。早い回復を願っている。出場している時間帯はアグレッシブに攻めていたので怪我は残念。早急な回復を祈る。ドライブからのキックアウトで3ポイントシュートを演出するなどペイントアタックのみ点では良い仕事をしたが、攻め手がなくなった時の3ポイントは決めてほしかった。また決して悪いディフェンスではなかったが、高さがない分相手の強引なドライブを防げなかったことは今後も課題となる。そのミスマッチを補ってあまり歩くライオフェンスで結果が欲しい。比江島慎6、1-9からファウルトラブルでコートから姿を消したものの3本の 3P シュート範囲流れをチームに呼び込み、しっかりとしたボールコントロールからのアシストでも観客を魅了。ハッソン・渡辺が不在の日本代表においてまだまだ余裕を感じさせる。ただ一軍の存在感を示した試合感がないのではと不安視されたが、やはり比江島はタフだった。20分の出場で3月4日の 3P を決め12得点3アシストの活躍。素晴らしいの一言。もっともっと比江島主体の日本代表を見てみたいといつも思ってしまう。笑い。富樫負傷というアクシデントの中、プライマリーハンドラーとして PG 的な役割を担った。安定感のあるプレーでしことをきっちりこなしたという印象だが、彼は日本のエース。もっとダイナミックな比
江島を見た。いいのは僕だけじゃないはずだ。12得点という果てを残したが、うち9点が3ポイントシュートであり、リムへとアタックする姿が見たかったのがホム音。軽率なファウルトラブルでゲームを壊しかけたのは反省点。まだまだ本当の日江島ではないはず。篠山龍和を7富樫がいないゲームを追うマクツないで後半の追い上げ期となった。ディフェンスでもそつなく仕事をこなした。4ファウルと少しアジャストしきれないコールもあったが、黒子役に徹して富山での初戦勝利に貢献した富樫選手のアクシデントもありながらバックアップ PG として仕事をした。良いディフェンスだったが不運もリファウルトラブルにバックコートでの TO は PG として避けたいところ。次戦のカザフスタン戦のキープレイヤーかもしれない。今までのワールドカップ予選とはいペネトレートする隙を積極的に伺っていたのがとても良かった。PG としてディフェンスをしっかりしながらオフェンスでも脅威になっていた。持ち味のディフェンスで何度か相手のターンをバーを言う発したのは良いが第3クォーターで3つのファウルを犯し富樫同様に相手のポイントガードを止められなかった点でそう殺速攻からシュとファウルを得るもに投げ失敗はまずい。またトラベリングを数回犯した点もクロスゲームでは致命傷になりかねない。やや辛口でのしい太田敦也8主力を少しでも休ませるバックアップのためにいつも準備を怠らず発する姿勢は真のロールプレイヤー。評価するには厳しい出場時間であったが、彼の存在にチームは大きく勇気づけられているに違いない。わずか4分ほどの出場だが、ファジカス選手と共にではする場合、ストレッチ4としてファジーカス選手の外が期待できるローテーションに相手によってそういった時間帯が増える可能性もある。いつもしっかりと仕事をこなすベテランプレイタイムが少なく票値なし。1オフェンスリバウンド1ファウル4分のプレイタイムでは評価できないが、その中で持ち味を出せなかったことはマイナスと捉えるべきか。
あっちゃんが、その気になれば主役にもなれると信じています。竹内康介1-0。ファーストラウンド AUS アウェイ戦以来の勝負となったが、インパクトを残すプレーの機会は訪れなかった。しかしリーグでは首位を走る栃木の重要な役割を担う大宅方が弟であるジョージのように代表で進化が見られるともっと面白いチームになるはず。栃木で見せる良いディフェンスをマッチしたかったところだが、わずか6分の出場にとどまる。久しぶりの代表復帰。カザフスタン戦では兄弟揃ってので場も見てみたい。プレータイムは短かったが、センターポジションであれだけトランジションでそうられるとそうではめちゃくちゃ嫌だろう。かなり脅威になっていたし、後半で走るという試合のタイミング的にも良かった。6分のプレータイムを終えたが、スタッツはオール0。太田と同様に違いを生み出せなかった点はマイナス。本人のせいで花井がプラスマイナスでマイナス1、2と悪い理由例を覆せなかった点で C 評価。竹内ジョージ1-5のセレクションの良さで QP でオフェンスでも貢献し、でディフェンスでもファジカスノフターンを減らす 8R を獲得してチームを支えた。アジアのビッグマンに匹毛を取らない堂々のプレーを次戦も期待したい。非常に素晴らしい活躍。攻守ともにアグレッシブな姿勢が見え、代表において不動の地位を敷いている。プラス38はチームトップの数値。バスケットカウントも3P もあり、ジョージ選手の良いところが縮みされたし、5インサイドのディフェンスをしっかりこなし、リバウンドに絡んでオープンショットを打つ。チームからの信頼がとても厚いのが見ててわかるし、5ごとに定感が増している。9得点8リバウンドとそこまで突出した数字は残していないが、プラスマイナス8チームトップの38で、ジョージのいる時間帯のバランスの良さを語っている。非ファウル4、8チームトップ、特にオフェンスリバウンドに絡んでのファウルは価値がある。影の MVP 馬場武宏1-8。地元富山での
凱旋試合ということもあってか大観衆の前で代表キャリアハイの活躍を見せた。前半のイヤナム胴を吹き飛ばす3球の躍進は彼の持ち味であるトランジションによっても垂らされとどめを遂げ、スダンクもお見舞い。 7R に ST1 ビートディフェンスでも高い身体能力を発揮した。地元富山に非本代表として初の凱旋試合やはり見せてくれました。13得点4アシスト7リバウンドと大車輪の活躍。なんといっても強烈なワンハンドダンクでのバスケットカウントは鳥肌もの文句なしの S 評価。過去の偉大な選手たちはたった1試合のビッグゲームできっかけをつかみステップアップしている。これが馬場にとってその 1GAME だったのか。今後が楽しみでならない。ただの2点でハールが会場を沸かせてチームに勢いをよLだ。ンクはバスケの花。試合の趨勢を決める一発を出せる身力をこの負けられない試合で発揮してくれた。ただ1バンク C 時間帯には消えていたのは第一岡ショーン21プレータイムなしのため評価なし。ニック・ファジータス22チームハイとなる 19P10R でハッソン・渡辺両エースフ在の日本を支えた。怪我から復帰あとリーグでも徐々にコンディションを上げてきたファージカスは持ち前のあやなシュートを披露しハッスルスティールかラレーアップまでもテイクレアなシーンも見せた。スタッツ的にハ安定の点源として活躍。ただまだ打本調子ではないのではっと感じさせるようならしくなさも3点差出た。リバウンド層いや玉差の争いをまだセーブしているような印象。今日のような試合展開であえて力をセーブするのも必要なこと。ストレッチ4としてアウトサイドを打つようなローテーションでの活躍にも期待。ほほすべてのプレーが主とで次はルファジーカスにはチン C4TO ハンドリングミスなどが普段より立った。しかし得点力の高さとバスケットボールで一番難しいと言われているペイントうちの制限エリア外のシュートの精
覚醒は本当に素晴らしい。心配なのは、徐々にディフェンス面で疲れるシチュエーションが増えていること。19得点10リバウンド3アシスト3スティールという数字はさすがの一言。今後も注視していきたい。カタールの戦手では一応 N1 で止められない意を見せつき試合ついでバンに流れを呼び込んだが、その後2ペイント外まで厳しいマークがつくようになると失速。ファウルをそいすぎてラタッチを悪くしてしまったし、ボールが手につかずムアスとの4ターンオーバーも制裁を決いた印象。期待値が高いがゆえの B 評価。田中大輝2、4。ディフェンスでは完璧な仕事をこなし、富樫が怪我でコートを去るアクシデントが起こるな、司令塔の役割をもし仮と果てたしたチームの状況によってアジャストしていく彼のプレースタイルは 1、2P、4R、7A、2S を記録し、多数字以上の影響力があった。まさにミスターオールラウンダー。後半は PG としてボールハンドラーとなる時間帯が多かったが、文句なしのアシスト7でチームの逆転劇を演出。本人は数回しカ PG 経験派ないと言っていたが、比江島とのコンビはもはやポジションレスなバック5とコンビに序盤のドライブ&キックが非常に効果的だった印象。1本欲しいときに得点してくれたりと安定感があり、本当に頼れるプレイヤーになったと思う。アシストは7とオフェンスの起点になっていたのは間違いないだろう。苦しい時に関2を引き受け打開し、手チームに勢いを与える働き。富樫、篠山が手を焼いた相手のポイントガードを完全にそもそも得て、相手のストロングポイントを消し、そこから逆に即攻を連発したことが時価節まとな勝利の要因となった。古川貴俊5、1。チームを引っ張る存在として期待されながら、これまでなかなか結果を出せなかった古川がこの WC 予選での初得点を挙げた。 B リーグでは誰もが認める屈指のシューターなだけに、例をきっかけに代表でも復調を遂げてほしい。9月の日韓戦ではらしくない活躍だったが、今
回はシーズンインしていることもあってか日の古川戦手の姿を戻してをリスハラシい活躍 3D の代表格として外国スイングマン不在時には必ず必要になる戦力ディフェンスでの貢献度と球際の発するして積極的なコミュニケーションと絶対コートに一人は置きたい存在である。14分で8得点と効率よ9点も取ってるしスハレらしい出来だったと思う。フィジカル負けしないディフェンスで後半の守りの一役を担った点はグッドだが3ポイントシュートが5本中1本の成功はマイナスであと1本入るだけで相手の印象も異なる。ディフェンスと声出しは計算できるがオフェンスの貢献も求めたい。栃木時代のオフェンス力はも期待できないそんなことないでしょ。古さん張本転結8セカンドラウンドで初めて巡ってきたチャンスを FG50% で8得点という結果で示し地の期待に見事に勝負強い好印象も与えた。ディフェンスでもサイズ不足を感じさせないしことで 6R を獲得 3P も決めて非常に良い活躍だった。しっかりした準備が実を結んでいる。ディフェンスにおいてもフィジカルな対応ができオフェンス面ではストレッチすることができるのは貴重。次世代のフロントコートを担う存在になると思う。サイズはウィングなのだが4番ポジション風な立ち位置で 3P が出るのでストレッチ果てがすごい。打てる場面でもしっかり打ってたのでスペーシングに大きく貢献した自分よりもいい相手を幕を抑え特にディフェンス面で高評価。ストレッチ4として8得点6リバウンドと小なチャンスをものにしたローポストでの1対1なドアグレッシブな姿勢もグッド。改めて日本に必要な選手であることを証明した。安定して今日のようなプレーが続けられれば渡辺とハッソンのいないし5では15分前後のプレータイムを確保し代表で確た塁場所を得られるはずだ。